はじめまして、株式会社エニシュの丹です。本日よろしくお願いいたします。では、本日はコンテナサービスでゲームビジネスを加速するエニシュがアリババクラウドの Kubernetes サービス ACK を選んだ5つの理由についてお話ししたいと思います。最初、会社のご紹介をさせていただきます。株式会社エニシュは2009年2月、会社を設立しました。2012年12月に東証マザーズに上場し、2013年12月に東証一部に変更しました。それで2014年4月に中国で上海支社を設立しました。事業内容はゲームアプリの企画、開発、運営などになります。代表的なゲームタイトルはこちらになります。ネイティブタイトルでは、ごとべの花嫁、ディライズ、ハイアンドロー、ザゲーム。ブラウザタイトルでは、僕のレストラン2、ガルショとなります。今、利用中のアリババクラウドのサービスはこちらになります。本日、中の、コンテナサービス for Kubernetes ACK についてお話ししたいと思います。弊社では、アリババクラウドの ACK を導入したのは2年前です。当時、他社のサービスを含めていろいろ検討してみたが、最後にアリババクラウドの ACK を導入することになりました。理由はこちらになります。一つ目は、デプロイメントが簡単で初心者に優しい。Kubernetes では YAML ファイルを利用するのは基本ですが、YAML ファイルを書くのは結構大変です。それで、アリババの ACK では Web コンソールでデプロイ可能のため、初心者にとって利用しやすいです。二つ目は、ワンクリックでログサービスと連動できる。クラスターを作成する際に、ログサービスのチェックボックスを有効することで、クラスターとログサービスを連動できます。その後、デプロイメントを設定するだけで対象ログをログサービスに転送できるし、ログデータ管理も簡単です。三つ目は、SLB 直接アタッチ可能。クラスター作成する際に、イングレスのチェックボックスを有効することで、クラスター作成後にイングレスをすぐ利用できます。あとは、一つのクラスターで複数のイングレスも利用可能です。四つ目は、プロメサスもワンクリックで簡単に利用できます。アリババクラウドのプロメサスでは、基本な監視対象が無料で、コスパがとてもいいです。最後は、クラスターのバージョンアップが簡単。Web コンソールワンクリックでクラスターのアップデートができます。口頭の説明することだけでは、わかりにくいので、Web コンソールを見せながら、クラスターと簡単なデプロイメントの作成について少し説明したいと思います。先にクラスターの作成になります。では、
ACK の、クラスターの作成を、行います。とりあえず、一番右上の作成ボタンをクリックすれば、次のページに、きます。それでクラストの名前を、入力できるので、こちらで仮に、こちらのクラス名にします。であと、クラスターの、タイプが2つあるので、今回はプロ版にします。リージョンの方は、ジャパン、東京に選択します。であと、Kubernetes のバージョンは一番最新のバージョンの方でいいので、こちらはそのままで大丈夫です。あと、コンテナのランタイムの方は、こちらも各自の環境に合わせて設定してください。こちらでは Docker の方に、選択します。あと BPC の方なんですけど、事前に、用意する必要があるので、こちらの方で、こちらの環境もすでに用意できているから、こちらの方で、表示されています。そこで V スイッチの方で、ゾーンの B の方で選択しました。次は、ポードの、IP アドレスのセグメントの設定になります。こちらでも、デフォルト全部用意されているので、特に、変更する必要がないです。自分の方でどうしても、指定したい IP のセグメントあるのであれば、自由に変更してください。はい。あとは、こちらの設定は、デフォルトのままで問題ないです。はい、次の画面に行きます。次は、ノード周りの設定になります。一番上の方は、ワーカーの方です。インスタンスの方で新規作成するが、既存のインスタンスを利用するになります。今回、新規作成に選択します。次は、こちらの、ビーリングモードになるので、オンデマンドとサブスクリプションの方になります。今回、オンデマンドの方に指定します。で、次は、インスタンスのタイプになります。こちら、各自の環境に合わせて、使いたいタイプを選択していただければと思います。こちらで、4CPU、16GB の、インスタンスを選択しました。でノード数は、デフォルトは3台になるので、こちらも必要に合わせて、環境を合わせてください。こちら一旦3台のままでいきます。あと、ノード1台あたりの、ディスク容量になります。こちらは、特に、希望とかなければ、デフォルトのままでも問題ないです。はい、次は、オペレーティングシステムの選択になります。こちらの方では、CentOS7.9 と Alibaba Cloud Linux の 2.19 になります。はい、今回は、Alibaba Cloud Linux に、選択します。はい、あと、こちらの、録音タイプなんですけど、できれば、キーペアの方を選択した方が、対応しやすいと思いますので、こちらは、キーペアを選択しました。で次のページに行きます。こちらの方なんですけど、一番上の方はイングレスの設定になります。デフォルトでは、全部チェックは入っている状態になっております。パブリックネットワークなので、外部公開できると思います。はい、次は、こちらは、SLB の、スペックの設定になるので、各自の環境に合わせて、SLB の
スペックを設定してください。はい。次は、モニタリングの設定です。この中に、プロメサスの設定もすでにチェックが入っているので、そのままで、問題ないと思います。チェックのままで、作成すれば、プロメサスも、そのまま利用可能になります。はい、次は、こちらは、アラートの設定、ちょっとまだ、アラートのグループ、設定できてはいないので、一旦このチェックを外します。後でクラスター作成してから設定も可能なので、必要ある方がいましたら自分で設定していただければと思います。はい、続いて、ログサービスの設定になります。ログサービスもデフォルトで、チェックが入っているので、このままで、利用していただければと思います。で、デフォルトは、新規作成になるので、プロジェクトを新規で、作成されると思います。で、ただ、新規作成やりたくない場合は、今すでにある、ログサービスのプロジェクトを使いたい場合であれば、選択していただけると、そのまま利用ができると思います。で今回は、新規作成にします。はい、他の、設定は、そのままで問題ないです。はい、次のページに行きます。このページに行くと、いろいろチェックは走るので、特にこの辺でパースで通せば、作成可能になります。あと、チェックを入れて、クラスターを作成すれば、これで、あと待ちます。約10分ぐらいかかりますので、この作成する間に、ちょっと、デプロイメントの設定方法も簡単に説明させていただきます。はい、他のクラスターに入ります。こちらでも検証用のクラスターなんですが、左の方で、デプロイメントとか、ステートフルセットとか、あとデモンセットとかいろいろあると思うので、各地の環境、使いたいものに対して設定はできると思います。今回は Web コンソールでデプロイメントの説明を行います。で、左クリックすると次のページに来ます。で、一番上の方で、Create from Image と、あと Create from YAML 2つがあるんですが、一番簡単なのは、こちらのイメージから作るのは一番簡単です。クリックすると、こちらの画面になります。今回、とりあえず、一番簡単な、すみません、エンジン X の方で、説明します。はい。名前の方に、エンジン X テスト。こちらの名前は何でもいいんですので、入れてもらえば大丈夫です。レプリカーズの方で、デフォルトになっているので、こちらも合わせて変更はできると思います。タイプはデプロイメントのままで大丈夫です。はい。次、NEXT。次に行きます。はい。こちらの画面表示できたら、イメージの選択になります。ここで Select イメージのボタンがあるので、
選択します。はい。で、あとは、他のオフィシャルイメージからエンジン X を選択して、エンターをします。そうすると、エンジン X のイメージの方を表示されます。で選択していただいて、付け置きボタンを押します。そうすれば、エンジン X の、イメージを選択完了します。はい、次は、エンジン X のバージョンも選択できるので、こちらで、とりあえず 1.20.0 にします。はい。あとですが、こちらの CPU とメモリの、設定、自由に変更はできるので、例えばリミットの方に、CPU0.5、メモリは1ギガとします。で、次に進めていくと、ポートの設定箇所があるので、今回エンジン X なので、とりあえず80に入れる。80ポートを使います。あと、こちらのプロトコルの、チェックの項目あるので、今回、ライブネスと、リードネス両方入れておきます。このチェックのプロトコルは、HTTP と TCP、あとコマンド3つあるので、今回は TCP で、実施します。ライトニスの方も同じく TCP の80で設定します。あと他の設定は特に、デフォルトのままで問題ないので、下のログサービスの方があります。でこちらで、もうすでに先ほど作成したタイミングでログサービス有効したので、ここに、ログストアの名前。新規の場合は自動的に作成してくれるので、何でも入力すればできるんです。今回はエンジン X の、例えばアクセスログにします。安いために、付けも入れておきます。ここで、コンテナのエンジン X のアクセスログのパースになります。設定全部終わったら次に行きます。ここの画面に行くと、上のサービスとイングレス両方設定できます。こちらも、直接設定できるので、はい、とりあえずサービスの方を先に設定いたします。名前の方も勝手に全部入力してくれるので、こちらで設定するのはポート番号だけです。サービスポート80、コンテナポート、先ほど、80設定したので、今回80、80で設定します。終わったらクリエイトします。で次はイングレスになります。イングレスの方ではドメインとパースの設定、あと、サービスの連携設定が必要なので、今回はとりあえず、こちらのサービスは先ほど作成されたサービスを選択すれば、ポートも、80になります。で、SSL、証明書、HTTPS 使いたい場合は、こちらのチェックが必要です。今回、証明書の設定はまだ、用意できてないので、今回はとりあえず、HTTP で、設定します。問題なければ、クリエイトボタンを押します。他にいろいろ、オプションがあるんですが、今回は、簡単なデプロイメントとサービスとイングレスだけ、設定していきます。はい、問題なければ、クリエイトボタンが
押すと、こちらは全部、作成されます。はい、こちらの、詳細のボタンが押せば、デプロイメントの先ほど作成したエンジン X テキストの方いきます。今、2つのコードを全部作成しています。今、ランニングはなってるんですけど、まだ作成中になります。更新ボタンが押せば緑になるから、こちらも作成完了になります。で、ネットワークの方を選択すれば、サービスとイングレス両方も、確認できます。ここで、先ほど作成したサービスを、確認できます。あと、イングレスの方も作成されていることを確認できています。はい、ここで、ドメインが設定されれば、あと、DNS の設定できたら、クリックすればアクセスできると思います。はい、これ、エンジン X のデフォルトが、もう外部から、アクセス可能な状態になっています。デプロイメントの、説明は以上となります。先ほど新規作成した、クラスターの方もランニングになっているので、はい、このまま、新しい、クラスターを利用できると思います。はい、クラスターの新規作成と、デプロイメントの、説明以上となります。ありがとうございます。